こんにちは、ゆきです。ゆきドリル第2回目のテーマはいちごケーキになります。早速作っていきましょう。まずはこちらの写真をビューポート内に表示していきたいと思います。点キーの1を押して正面から見た図に切り替えたら、シフトプラス A、画像の中の参照を選択して、こちらの画像を選択します。このままだと後ろが見えなくなってしまうので、こちらのオブジェクトデータプロパティから不透明度にチェックを入れて、数値を下げていきます。見やすいと思えるぐらいにしておきましょう。では早速こちらの左側のスポンジから作っていきたいと思います。シフトプラス A からメッシュの中の立方体を選択します。今回 X と Y の値をだいたい5センチぐらいにしていきたいので、こちらの右側のアイテムをクリックして、寸法をすべて選択して 0.05 メートルに変更していきます。こんな感じで小さくできたらこの画像もそれに合わせて小さくしていきたいと思います。S で縮小していきましょう。あと1個設定忘れてたので、こちら深度前にして見えるようにしておいてください。ではこちらの立方体の高さを変えていきましょう。タブキーを押して編集モードに移動したら、面選択に切り替えて一番上の面を選択します。GZ で下に下ろしていきましょう。こんな感じでサイズを変形できたらもう一度タブキーを押してオブジェクトモードに戻ります。今スケールが1対1対1ではないので、コントロールプラス A、スケールを適用してあげましょう。では面取りをして丸くしていきたいと思います。モディファイヤープロパティからモディファイヤーを追加、ベベルを選択、セグメントを2に上げたら量を 0.003 メートルに変更します。コントロールプラス2でサブディビジョンサーフェスを追加してオブジェクトモードの状態で右クリックスムーズシェードを適用しましょう。では今度こちらのクリームを作っていきましょう。今選択している状態でシフトプラス D、Z で上に上げていきます。タブキーを押して編集モードに移動したら多分面選択の状態で一番上が選択されていると思うので、そのまま GZ で下に下ろしていきましょう。だいたい後ろの画像と合うような形にしてあげてください。同じものが上にも一つずつ欲しいので、シフトを押しながら2つ選択、シフトプラス D で複製したら Z を押して上に上げていきます。左クリックで位置を固定してあげましょう。こんな感じでクリームとスポンジケーキの層が2つできました。では今度上にクリームを乗せていきたいと思います。シフトプラス A からメッシュの中の UV 球を選択します。左下に UV 球を追加というウィンドウが出てくると思うので、こちらのセグメントをまず16に変更、リングを12に変更します。こちらが消えてしまった場合は F9 を押すと再表示されるので、そちらで調整してみてください。ではまずは S で縮小してサイズを合わせていきましょう。縮小していって GZ で位置を合わせてあげます。だいたいこんな感じの位置に置ければいいかなと思います。ではタブキーを押して編集モードに移動しましょう。頂点選択に切り替えたら右上の透過表示をオンにします。一番上と一番下の頂点をシフトを押しながら選択したらプロポーショナル編集をオンにしましょう。SZ で小さくしていきます。プロポーショナルサイズをマウスホイールを回しながら調整しつつ、一度これくらいのサイズにできたらもう一度 SZ で小さくしていきます。こんな感じにできたら上はへこませていきたいので、上の頂点だけ選択したら GZ で下ろしていきましょう。プロポーショナルサイズを変更しながら調整していきます。下の頂点までへこんでしまったので、もうちょっとだけ調整します。続いて今こんな感じで上も下も同じぐらい丸いので、この画像のように下の方が膨らんでいる感じにしていきたいと思います。もう一度タブキーを押して編集モードに移動したら、だいたいこちらら辺の辺を一周オルトを押しながら選択。S、シフト Z で高さを変えずに広げていきましょう。プロポーショナルサイズを変えながら調整していきます。もうちょっとだけ上に移動して、上の方はもうちょっとへこませたいので、だいたいこちらら辺の辺を一周オルトを押しながらこんな感じで選択したら S、シフト Z で内側にへこませていきます。だいたいこんな感じですね。こんな感じにできたらコントロールプラス2でサブディビジョンサーフェスを追加してあげましょう。オブジェクトモードの状態で右クリックスムーズシェードを適用します。透過表示はもうオフにしておいて OK です。あとはスケールだけ1対1対1にしたいので、コントロールプラス A、スケールを適用してあげましょう。では今度イチゴを作っていきたいと思います。
シフトプラス A からメッシュの中の ICOQ を選択しましょう。タブキーを押して編集モードに移動したら、プロポーショナル編集はオフにして面選択に切り替えます。A で全選択している状態で、コントロールプラス B でベベルをかけていきます。こんな感じでベベルをかけることができたら、コントロールプラス I で選択範囲を反転します。もしこの状態のままどこかクリックして選択が解除されてしまった場合は、コントロールプラス Z で戻ってあげるとまた選択されると思います。続いて I を押して面を内側に差し込んでいきます。S でもう少し内側に食い込ましてあげましょう。ではこのままの状態で Shift プラス D で複製して P 選択でこちらのオブジェクト2つに分離してあげます。こんな感じで三角形のものと球状のものにオブジェクトを分離してあげました。では Shift を押しながら2つとも選択した状態でコントロールプラス3を押します。そうするとサブディビジョンサーフェスが追加されるので、下の数値を両方とも3に変更しておきましょう。続いて三角形の方を選択したら、モディファイヤープロパティからモディファイヤーを追加、ソリッド化を選択します。ソリッド化のこの右側にある8個点があるところをドラッグして上に持っていって、オフセットを1まで上げます。あとは幅を調整していきたいのですが、こちらの全体のサイズを変えるとまたこの数値が変わってきてしまうので、とりあえず2つ選択して S で縮小していきます。GZ で上に上げていきましょう。だいたいこんな感じの位置に配置することができたら、スケール揃えたいので、コントロールプラス A、スケールを適用で1対1対1にしてあげます。あと、オブジェクトモードの状態で右クリックスムーズシェードも適用してあげましょう。こんな感じで種がすごい飛び出てしまったので、ソリッド化の幅を小さくしていきます。とりあえず 0.001 にすると、あとは今この球体からこの種だけ出てきてしまっているので S で縮小していきましょう。またスケールの大きさが1対1対1ではなくなってしまうので、コントロールプラス A スケールを適用します。では形を調整していきます。2つとも選択したらタブキーを押して編集モードに移動しましょう。頂点選択に切り替えてプロポーショナル編集をオンにします。点キーの1を押して正面から見た図に切り替えたら、上の方の頂点どれか1つ選択します。だいたい真ん中にあるぐらいの頂点がいいかなと思います。この状態で GZ で上に伸ばしていきましょう。プロポーショナルサイズは結構大きめがいいかなと思います。透過表示をオンにして下の方も調整していきます。どれかこちらかこちらぐらいの頂点を選択したら GZ で上に上げていきましょう。プロポーショナルサイズを調整しながらへこませていきます。あとはもうちょっと全体的に細長くしたいので A で全選択 SZ で引き伸ばしていきます。位置をもう少し調整してあげてサイズも調整してあげます。スケールが変わってしまったらコントロールプラス A スケールを適用してあげましょう。あとこの画像と比べると種がちょっと小さかったので、今度はこちらのトランスフォームピボットポイントをクリックしてそれぞれの原点に切り替えます。タブキーを押して編集モードに移動したらプロポーショナル編集はオフにして A で全選択 S で拡大していきます。こうすることで個々に種のサイズを変えることができます。こんな感じで四角いケーキが完成しました。では横に円柱型のケーキも作っていきたいと思います。シフトプラス A からメッシュの中の円柱を選択します。頂点の数は16に変更してあげましょう。S で縮小していきます。GX で右側に移動してもう少しサイズを調整。だいたい下の辺を合わせてあげたらタブキーを押して編集モードに移動します。面選択に切り替えたら一番上の面を選択 GZ で下に下ろしていきます。形を決めることができたら両面上の面と下の面を選択して面の中の扇状に分離をクリックします。これで上の面と下の面が分割されました。では続いて形をもう少し丸っとさせていきたいので、まずはコントロールプラス A スケールを適用、モディファイヤーを追加からベベルを選択、セグメントを2に上げたら量を小さくしていきます。0.003 メートルに変更したらコントロールプラスにオブジェクトモードの状態で右クリックスムーズシェードを適用します。サブディビジョンサーフェスを追加すると全体的に少し小さくなってしまうので、もし小さすぎた場合はタブキーを押して編集モードに移動。A で全選択、S、Shift Z で高さを変えずに広げていきます。
高さが低かった場合は SZ で広げていきましょう。形を整えることができたら Shift プラス D で複製、Z で上に上げていきます。タブキーを押して編集モードに移動したら上の面をすべて選択、GZ で下に下ろしていきます。クリームがちょっと丸すぎるかなと思うのでベベルの量を 0.002 に変更しておきます。では2つシフトを押しながら選択したら Shift プラス D、Z で上に上げていきましょう。上はこちらの3つを選択、Shift プラス D で複製して X を押して右側に移動していきます。ちょっと高さが足りなかったのでもう少し調整してあげます。あとはクリームもうちょっとだけ高さあった方が良かったかなと思うのでこちらも SZ で膨らませていきます。両方ともコントロールプラス A スケールを適用してあげましょう。こんな感じでケーキが2つ完成しました。ではマテリアルの設定をしていきましょう。まずはライトを設定していきたいと思います。Shift プラス A からライトの中の3を選択。まずは RY で適当に回転していきます。続いて RZ で手前側からライトが当たるような感じにしてあげましょう。ちょっと邪魔なので G で移動して S で縮小しておきます。続いてオブジェクトデータプロパティから強さを10に変更、角度を30度に変更します。ではシェーディングタブに移動しましょう。レンダープレビューに切り替えて、まずはこちらのスポンジからマテリアルを設定していきたいと思います。とりあえずスポンジになるものすべて選択したら新規をクリックしましょう。コントロールプラス L、マテリアルをリンクですべて同じマテリアルを設定してあげます。ではまず色をつけていきましょう。Shift プラス A からテクスチャの中のノイズテクスチャ、コンバーターの中のカラーランプを選択します。係数と係数、カラーとベースカラーをつないだらもう一度 Shift プラス A、入力の中のテクスチャ座標を選択。オブジェクトとベクトルをつないであげます。まずはノイズテクスチャの細かさを15まで上げてノイズを細かくしたら色を変えていきましょう。黒い部分をクリックして黄色っぽい色に。もう片方白い部分もクリックして黄色っぽい色にしていきます。片方はちょっと濃いめの色で片方は薄めの色にするとまだら感が出るかなと思います。あとは左右をもうちょっと近づけてコントラストを少しくっきりとさせていきたいと思います。スケール大きくしていきましょう。そうするとこんな感じで色が滲んだ感じに変わってくるかなと思います。今回はだいたい80ぐらいでいいかなと思います。では続いて質感をちょっとだけ変えていきます。もう少しマットな感じにしたいので粗さを 0.8 に変更しましょう。続いてもうちょっとだけザラザラ感が欲しいので Shift プラス A からベクトルの中のバンプを選択。ノイズテクスチャを Shift プラス D で複製したらオブジェクトとベクトル、係数と高さ、ノーマルとノーマルをつないであげましょう。ノイズテクスチャの粗さを 0.8 まで上げてスケールは5まで戻しておきます。強さを下げていきましょう。そんなにザラザラ感が目立たなくていいのでだいたい 0.1 から 0.05 ぐらいの間にあればいいかなと思います。ではスポンジのマテリアルは終わったので今度クリームのマテリアルを設定していきましょう。1、2、3、4、5、6この6つ選択したらこちらのマテリアルのアイコンをクリックして先ほどのスポンジのマテリアルを選択します。こちらを新規マテリアルというところをクリックして複製。コントロールプラス L マテリアルをリンクで全て同じマテリアルにしてあげます。では色を変えていきましょう。黄色っぽいような白っぽいような感じの色にしてあげると美味しそうに見えるかなと思います。これで生クリームのマテリアルも終了しました。では今度いちごの方もマテリアル設定していきましょう。2つ選択したらアイコンをクリック、どちらか選択したら新規マテリアルで複製してあげます。コントロールプラス L マテリアルをリンクで同じマテリアルにしてあげましょう。色を変えていきます。いちごのマテリアルが設定できたら種の方も設定してあげましょう。両方ともシフトを押しながら選択したらまたどれかのマテリアルをクリックして新規マテリアルで複製。コントロールプラス L マテリアルをリンクで同じマテリアルにしてあげます。色を変えてあげましょう。こちらはちょっと明るい黄色っぽいカラーにしていきます。これでマテリアルの設定は終了しました。レイアウトに戻っていきましょう。では画像を作るために配置していきたいと思います。まずは背景を作りましょう。Shift プラス A からメッシュの中の平面を選択します。
この平面に合わせてイチゴの高さを変えていきましょう。とりあえず画像は隠しておいて、すべて選択してコントロールでいらないものは選択解除しておきます。点キーの1を押して正面から見た図に切り替えたら G で移動していきましょう。では撮りたい角度を決めたら Shift プラス A カメラを選択します。点キーの0を押してカメラのビューに切り替えたらビューの中のカメラをビューにチェックを入れてマウスホイールを後ろ側に回していきます。ちょっと歪みが出た感じになってしまうのでこちらのオブジェクトデータプロパティの焦点距離を 100mm に変更しましょう。もう少しだけマウスホイールを回して移動していきます。正方形の画角にしていきたいので出力プロパティの解像度を両方とも1920に変更してあげましょう。だいたい真ん中ぐらいに来るように配置してあげたら動かないようにカメラをビューにからチェックを外しておきます。ではライトの調整をしていきましょう。カメラを選択したらオブジェクトデータプロパティのビューポート表示外枠を1に変更して外を見えなくして見やすくしておきます。N キーと T キーを押していらないものを隠したら画面左上にカーソルを持っていって右側に移動して画面を分割していきます。ではライト調整していきましょう。まずはサンライトを使って主となるライトがどんな感じで当たるかを決めていきます。点キーの7を押して上から見た図に切り替えましょう。R で回転していきます。影の向きを好きな感じに変えていきましょう。今回はこのままでいきたいと思います。続いて Shift プラス A からライトの中のエリアを選択します。エリアライトを追加したら RX90 で一度90度回転して RZ で回転していきましょう。G で右上の方に移動していきます。角度的には後ろの方から斜め45度ぐらいで当たるのがいいかなと思います。続いて GZ で少し上に上げたら RXX でローカルの X 軸で少し回転していきます。ちょっとだけ斜め上から当たるような感じにしてあげましょう。続いてライトのサイズが今大きすぎるのでサイズを小さくしていきます。だいたいこれくらいのサイズにできたら今影が薄くなりすぎているのでもう少しパワーを下げていきましょう。0W からちょっとずつシフトを長押ししつつ調整していくと分かりやすいかなと思います。ではもう一つ手前側にライトを配置していきます。シフトプラス A からライトの中のポイントを選択。点キーの7を押して上から見た図に切り替えたら G で手前側に移動していきましょう。とりあえずこんな感じの位置に配置したら半径を小さくしていきます。そんなに大きくなくていいので今回4センチぐらいにとりあえず設定しました。GZ で上に上げていって今パワーが強すぎて前が真っ白になってしまっているので下げていきます。パワーをちょっとだけとりあえず上げたらカラーを暖かい色に変えてあげましょう。このライトで全体的に少しだけ暖かいような見た目に変えてあげます。こんな感じでライトの設定は終わりました。あとは背景の色を今回ちょっと変えていきたいと思います。マテリアルプロパティから新規をクリック、ベースカラーをお好みのカラーに変えてあげてください。ではレンダリングの前にコンポジットの設定をしていきましょう。ノード仕様をクリックしてチェックを入れることができたら Shift プラス A からカラーの中のミックスを選択してレンダーレイヤーとコンポジットの間に入れます。また Shift プラス A からフィルターの中のデノイズを選択。画像と画像、こちらも画像と画像をつないでおきましょう。あとは右側のビューレイヤープロパティからデノイズデータにチェックを入れます。そうすると新しく3つ出てくると思うのでノーマルとノーマル、アルベドとアルベドをつないでおきましょう。ノイズは少しだけ残したいので係数は 0.9 に下げておきます。あとはレンダリング後の画像を調整するために Shift プラス A からカラーの中の露出とあとカラーの中の輝度コントラストともう一つカラーの中の HSV を選択してこんな感じでつないであげます。あとはコンポジットを調整するためにこちらに画像を表示させたいので Shift プラス A から出力のビューアーを選択。画像と画像をつないであげましょう。ではレンダリングしていきたいのでレンダープロパティを見ていきます。レンダーエンジンはサイクルスで最大サンプル数は128ぐらいで十分かなと思います。では F12 を押すかレンダーの中の画像をレンダリングからレンダリングしてみましょう。レンダリングが終わりました。こちらは最小化しておいてコンポジッティングのタブを開いていきます。ちょっと画像が大きすぎるので V を3回ぐらい押してオルトを押しながらマウスの中ボタンをクリックしつつ左側に移動していきます。
では色を変えていきましょう。まずは露出で明るくしていきたいと思います。とりあえず 0.5 まで上げてみて、だいたいこれくらいの明るさでいいかなと思ったら、輝度コントラストのコントラストを上げていきます。とりあえず5まで上げて、もうちょっとコントラストを強くしたいようであれば少しずつ上げていきましょう。あとはサイドだけちょっと上げてあげます。1.03 ぐらいから調整していくといいかなと思います。ちょっとサイド強くなりすぎてしまったので 1.003 ぐらいにしてみます。だいたいこんな感じでいいかなと思います。今回のマテリアルの色とライトの配置だとこんな感じで露出が 0.5、コントラストが10、サイドが 1.003 になりました。では先ほど最小化したウィンドウを取り出して画像の中の保存で保存してあげましょう。こちらのウィンドウを消してしまった場合はレンダリングタブを開くと出てくると思います。もしこちらに表示されていなかったらこちらのピクチャーのマークからレンダーリザルトをクリックして表示してみてください。それでも出てこない場合はもう一度 F12 を押すかレンダーの中の画像をレンダリングでレンダリングしてあげましょう。以上で今回の雪ドリルを終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。ファンボックスで今回作ったいちごケーキのブレンドファイルを配布しているので、自分のパソコンで完成形をじっくり見たいという方は概要欄の URL からページに飛んでみてください。ではまた次回の雪ドリルでお会いしましょう。